おい娘、なぜ答えない？何か後ろめたい理由でもあるのではないのか？そうか。どこまでも黙秘を貫く気だな。ならばやむを得ん。署まで同行願おう。やあ、久しぶりではないか。いつアメリカから帰国したんだい？まったく。帰ってきたなら帰ってきたと、一言くらい挨拶があってもいいではないか。僕も俊宗も、お前の帰りを首を長くして待っていたというのに。は？初めての洋行は学ぶことも多かっただろう。さあ、家に帰って早速土産話を聞かせておくれ。いいね。この娘はあんたの知り合いか？いやあ、これは藤田警部補。いかにも、彼女は僕のいとこだが。それとも洋中警部補のあなたには、彼女がもののけの類にでも見えるのだろうか。あいにく、俺は玉寄りではない。うん。ではますます彼女が洋中の世話になる理由はないな。彼女はただの人間であり、僕のいとこだ。まだ何か問題があるのなら、しかるべき手続きを取ってからにしてもらおう。令状が用意でき次第、いつでも突きつけに来たらいい。僕の所属はご存知かな？知らぬ者はいまい。陸軍一等軍医殿。話が早くて助かる。いやはや、お騒がせして悪かったね。それでは紳士淑女の皆さん、引き続き今宵の宴をお楽しみあれ。さあ、乗りたまえ。ぐずぐずしていると怖い警部補さんが追いかけてくるかもしれないよ。僕は別に構わないが、お嬢さんにとっては少々都合が悪いのではないのかい？やれやれ、往生際の悪い。僕はね、ぐずぐずする子は嫌いなのだよ。いいからさっさと乗りなさい。それは妙案だ。お前を売れば牛鍋のお代程度にはなるかもしれない。おや、牛鍋を知らないのかい？
大貝さん。その子、どうするんですか？決まっている。僕の家に連れ帰るのだ。僕の家って。夜会を抜け出す口実ができて助かった。お嬢さんに感謝しなければ。車屋、神田までひとっ走り頼む。あゆう。おや、大丈夫かい？まったく。俺はどうなっても知りませんからね。何をぼんやり突っ立っているんだい？ほら、さっさと中に入りなさい。今はおぼろの時だ。ぼんやりしているともののけに食われてしまうかもしれないよ。まったく、本当にものを知らない子だな。見たところ西洋人ではなさそうだが。ま、立ち話もなんだからついておいで。熱い番茶でも入れてやろうではないか。ほらほら、遠慮するんじゃない。さっさと歩きたまえ。おい、ふみさん、帰ったよ。夜遅くにすまない、ふみさん。友人を連れてきたんだが、茶を一杯入れてもらえないだろうか。はあ、ただいま。ふみさんはうちの奉公人でね。この家のことでわからないことがあれば何でも彼女に聞くといい。ま、座りたまえよ。どうぞ。自慢ではないが、うちの番茶はうまいよ。さあ、遠慮せずどんどん飲みなさい。
ただいま帰りました。うわ、本当に連れてきたのか。こら俊宗、その言い草はなんだ？僕の友人に失礼だろ。友人って、さっき会ったばかりじゃないですか。ん？ここは東京府に決まっている。それに車なら山ほど走っていたではないか。僕らも車に乗ってきたばかりだろ。ところでそのコンビニとかいうのは何だい？コンドビーフのことでしょうか。長崎の松田正則という人が作った牛肉の。まあ早い話、ここは明治時代の東京なんだ。君は僕のマジックによって平成から明治へタイムスリップしてしまったというわけさ。まあ、それはさておきだ。お前の名前は？この界隈では聞かないせいだ。出身はどこなのだろう？会津かい？なんともまあ、雲をつかむような話ではないか。記憶喪失。そんな病があるんですか、大貝さん。さあ、どうだろう。あいにく僕は脳神経の専門ではないからね。脳の機能障害は様々な要因が考えられるが、一時的な症状である場合も少なくはない。存外、一晩寝て起きてみたら全てを思い出した、などということがあるかもしれないが、本当だとも、と言いたいところだが、こればかりは明日にならなければわからない。とにかくだ。今夜はもう遅いから、うちに泊まっていくといい。自分の家がどこかもわからないなら、帰りようがないだろ。なに？空き部屋ならたくさんあるのだ。おじは津和野に引っ込んでしまったし、
最近まで住んでいたいとこも嫁いでしまった。それにふみさんだって使いもしない部屋を毎日掃除するのもつまらないだろうからね。確かにこんな夜更けにご婦人を追い出すのもどうかとは思いますが。だろう。彼女のような若いご婦人に夜道を歩かせたらもののけの餌食となってしまう。それではあまりに気の毒ではないか。まあ居候の俺に依存はありませんよ。どのみちこの家は大貝さんのものですから。僕の家ではない。僕の叔父のものだ。どっちだって同じことです。じゃ、どうします？俺が彼女を部屋まで案内しましょうか？うん。僕が直々に案内してあげてもいいが。さて、どちらが彼女を部屋までエスコートしようか？